こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、足を失う大事故に遭いながらパラリンピック金メダリストに輝いた不屈の元 F1 レーサー、アレックス・ザナルディについて解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。ザナルディ選手は1966年生まれ、イタリア出身だ。13歳でカートを始め、イタリア国内のカート場で腕を磨いた。1987年、ザナルディ21歳。イタリア最大のカート選手権で2年連続チャンピオンを獲得。ヨーロッパカート選手権もチャンピオン争いに加わった。もうカートの世界では無敵の強さね。1988年、F1 への登竜門であるイタリアフォーミュラ3選手権に参戦。最高5位の成績を残す。1989年も継続してイタリア F3 に参戦。ラルトトヨタを買って走った。表彰台には2回登壇。ポールポジションも2回獲得するなど大活躍した。1990年、ザナルディは24歳だ。F3 挑戦3年目にしてとうとう初優勝を手にした。このシーズンは結局2回の優勝を飾ることができたがロベルト・コルチアゴと最終戦まで争い3ポイント差。惜しくも総合2位でシーズンを締めくくった。あと一歩で F3 チャンピオンだったわね。翌1991年はザナルディ躍進の年だ。前年までの F3 の活躍が評価され F3000 にステップアップ。初戦から優勝するなどザナルディは F3000 でも活躍した。そして1991年半ばにザナルディは初めて F1 マシンに乗る。F1 参戦チーム、フットワークのテストを受けたんだ。もう F1 の話が急展開ね。ザナルディはいくつかのチームと交渉し、ジョーダンへの移籍を発表。早速1991年の終盤3レースに出場した。この1991年、F3000 に初めてフル参戦して、しかも F1 デビューまで果たしたのね。この年の F1 はさすがに最高級位で目立った活躍はなかった。日本グランプリではフリー走行8位、予選1日目7位と今後の活躍を予感させる鋭い走りを見せていた。F3000 の方は優勝2回を含め6回も表彰台に立ち総合2位だ。フル参戦1年目とは思えない活躍ぶりだった。こうして1991年シーズンが終了した。来季はすごいことが起こりそうね。ところが、ザナルディは F1 で全く活躍できなかった。1992年はミナルディに移籍。チームはランボルギーニエンジンの調整に苦戦し、ザナルディは一度も完走できなかった。1993年、1994年は名門ロータスで走った。なんと1994年にロータスが消滅する最後の瞬間にいたのがザナルディだ。この頃ロータスは資金難でマシンは2年、3年落ちだった。1993年第2戦のブラジルグランプリで6位入賞。その1ポイントがザナルディ生涯唯一の F1 獲得ポイントだ。1994年は全く活躍できず、ノーポイントだった。1958年から始まった歴史あるロータス、最後にチーム初のノーポイントという不名誉な記録を残し、消滅した。戦闘力の低いチームを転々としてたのね。4年間で1ポイントしか得られなかったなんて。ザナルディ選手、腕は確かなの？これだけ勝てないと、実力不足って見方をする人も当然いそうよね。ああ、実力不足とも言われたし、特に1994年は遅いマシンでなんとか勝とうとしてクラッシュする場面も多く、壊し屋と言われてしまった。結果、ザナルディは F1 のシートを失ってしまった。1995年はスポーツカーレースに2度出ただけだ。様々なチームと交渉して活躍の場を探した。そして翌1996年、ザナルディ第2の挑戦が始まった。その場所とは、北米最大のフォーミュラカーレース、カート。北米では F1 以上に人気のあるレースシリーズね。世界三大レースの一つ、インディ500もこのシリーズね。別の動画でマリサに教えてもらったわ。ああ。この1996年はカートが内部分裂した最初の年で、インディ500は新設されたインディレーシングリーグの方に持っていかれてしまった。だからカートの方にエントリーしたザナルディはインディ500には残念ながら出られないぜ。分裂したての混乱期だからこそカートの出場権を得られたのかもしれないわね。とにかく北米一のシリーズに出れるなんてラッキー。ザナルディはこのチャンスを見事にものにした。1996年のカートシリーズ、第2戦でポールポジションを獲得すると第9戦で早速優勝を飾った。ビッグレースで初めての優勝ね。30歳、ここまで長かったわね。この1996年シーズン、ザナルディは優勝3回でいきなり総合3位の成績を残した。もちろんルーキーオブザイヤーを獲得した。チャンピオンはチームメイトのジミー・バッサー、31歳。彼も苦労していた。
カート参戦5年目でようやく初優勝、初チャンピオンをこの年掴んでいた。二人ともこれまでの苦労が一転、最高の年になったわね。ああ。ザナルディはこの1996年に結婚も果たしているな。関係者全員にとって不幸でしかなかったカート分裂もザナルディにとっては幸運だったな。翌1997年、勢いは止まらない。優勝5回でカートシリーズチャンピオンに輝いた。強豪のチップがナッシにいたとはいえザナルディの高い実力は完全に証明されたな。続く1998年。2年連続カートチャンピオン獲得。無敵すぎる。4年間全然ダメだった F1 は逆になんだったのよ。この1998年は優勝7回でそれはもう圧倒的だった。ジミーの1回と合わせてチップがナッシレーシング、及びホンダエンジンを3連覇させたことになる。そしてイタリア人のザナルディはやはり、アメリカで追われる男ではなかった。どうした？ 1999年、アレックス・ザナルディ、F1 リベンジ。この時が来たのね。満を持して、カートにいたら超高待遇だったのに、その地位を捨てるなんてやっぱり思いは F1 なのね。チームはウィリアムズだ。前年はメルセデス、フェラーリに続きコンストラクター第3位だ。トップチームと言っていいだろう。腕もチームも最高ね。F1 で大暴れしそうね。1999年シーズン、ザナルディは F1 全レースに出場。その結果、来るわこれ。ノーポイント、最高でも7位、ザナルディノーポイント。いやそれはおかしい。この頃のハイテク化が進んだ F1 マシンにザナルディは自分の走りを合わせられなかったようだ。チームメイトのラルフ・シューマッハは表彰台に3度も上り総合6位だ。マシンは十分な仕上がりだった。残念すぎる結果だ。ザナルディとウィリアムズは2年契約だったが、ザナルディには億を超える違約金が支払われこの1年で切られてしまった。屈辱ね。カート2年連続チャンピオンがここまで勝てずに放り出されるなんて。1年の休養の後、ザナルディはレースに戻った。そこはカートだった。2001年は再びカートで戦う。カートとして2年のブランクがあるザナルディはさすがに元チャンピオンとしての好待遇は得られなかった。所属チームはモーナンレーシング。会常連チームだ。まあ北米最高峰シリーズにすっと戻れるって、たとえ下位チームでも十分すごいわよ。ここで活躍すればまたチャンスはあるわ。こうして2001年シーズンが明けた。ザナルディは苦戦。20戦のうち15戦が終了し、まだ表彰台に上れていなかった。やっぱり下位チームではいくら元チャンピオンでも厳しいのね。ただここまで15レースすべて完走していたし、チャンスのあるレースも多かったがな。第4戦のモテギは7位。時々入賞はしていたんだ。北米レースって言いつつ日本戦があったのね。一部のレースは北米以外でも行われる。次の第16戦もそうだ。これがザナルディにとっては忌まわしいレースになる。2001年9月15日、アメリカンメモリアル500。場所はドイツ、ユーロスピードウェイラウジッツ。ヨーロッパには珍しい高速オーバルコースだ。ドイツでやるのに、アメリカンメモリアル500ってレース名なのね。このレースの4日前にアメリカで同時多発テロ事件が起きたばかりだ。ドイツ500キロだったレース名が急遽変更されたんだ。ってことは500キロも走るのね。長いレースね。ああ。154周、500キロのレースだ。このレース、ザナルディは今シーズン最高のレース運びを見せた。ザナルディは中盤でトップに立ち、独走状態だったんだ。今シーズン表彰台すら立てなかったザナルディ、まさかの優勝が目前まで迫っていた。大チャンスが来てたのね。ああ。154周中、143周目。ザナルディはトップでピットイン。タイヤを交換して燃料を補給するんだ。最後の最後、もう一つのミスも許されない状況ね。ここでピットイン。ピットアウト後は最も気をつけなければいけない。どうして？新品とはいえコールドタイヤだから滑りやすい。しかもたっぷり燃料を入れてるから車重も増えててマシンの挙動は大違いなんだ。確かに危険ね。ドライバーは十分理解しててちゃんと状況に合った運転をするとは思うけど、ここで、恐れていた事態が起こってしまうんだ。原因はわからない。運転ミスなのか、マシンの不具合か、あまりに突然の出来事だった。ザナルディのマシンはピットレーンをコースアウトし、なんと本コースへ進入してしまう。その時本コースを走っていたのはなんと同チーム。フォーサイスレーシングの2台だ。前がパトリック・カーペンティア、後ろがアレックス・タグリアーニだった。たまたま同じチームの2台が居合わせてしまうなんて。少しスローで。ここで、ザナルディのマシンがスピン。コースに向かっていく。前を行くカーペンティアはギリギリで回避。しかしタグリアーニは直撃してしまう。ここはオーバルコースだからコーナーでも時速300キロ以上出ている。ザナルディのマシンはバラバラになってコースは消え。時速300キロ以上、
瞬時に回避するのは不可能な速度ね。ザナルディのマシンは溶断され、ノーズ部とボディ部に分離しコース脇へ跳ね飛ばされた。燃料はわずかな引火にとどまり、大火災は免れた。しかし、ザナルディは無事では済まなかった。破片は100メートル以上の範囲にわたって飛散した。すぐにイエローフラッグが掲示されペースカーがコースインすることになる。一方、突っ込んだ方のタグリアーニ。ノーズ部を損傷しただけで大破は免れた。やはり、コントロールを失ってコース脇で停止した。巻き込まれたのはこの2台だけだ。高速コースにおいて二次被害がなかったのは本当に良かった。ザナルディの足は切断されており、深刻な容体だった。サーキットで応急処置を受けるとドクターヘリでベルリン市のマルツァーン病院に搬送された。ザナルディは血液の 75% を失っており危険な状態だった。手術は3時間にも及び、昏睡状態が3日間も続いた。神様。ザナルディはなんとか一命を取り留めた。マルツァーン病院から地元イタリアの病院に転院したのは1ヶ月以上も先の10月30日だった。なおザナルディに突っ込んだアレックス・タグリアーニは背中を痛めただけの軽傷で、わずか1日で退院できた。ザナルディさん、なんとか命だけはあってよかったわね。タグリアーニ選手も軽傷で済んだし人的な被害は奇跡的な小ささだったわね。なおレースはケニー・ブレックが優勝した。残り13周の間にコース清掃が完了せずペースカーが先導したままゴールとなった。時速300キロ以上でマシンが粉々になったんですものね。ザナルディさん、これからどうするのかしら？ザナルディは両足の膝下を失ってもまだレースへの情熱を強く抱いていた。なんと20ヶ月後のドイツ500キロの決勝レース直前、手動のブレーキアクセルを搭載したマシンで当時の残り周回数13周を観客の前で走り切った。その最高タイムは37.487。それが予選であったなら、この2003年ドイツ500キロで5番手グリッドを獲得していたタイムだ。すごい、現役選手並みの速さ、エキシビジョンなのに本気で走るのはさすがね。2003年からザナルディは本格的にレースに復帰した。レース用の特殊な義足をつけ、改造市販車のレースである世界ツーリングカー選手権にエントリーした。このツーリングカーの世界でザナルディは7年間走った。チャンピオン争いには絡めなかったが、優勝は4回を数えるなど活躍した。フォーミュラカーでチャンピオン取っただけでもすごいのに、箱車でも優勝できちゃうのね、この人。年間20レース以上、世界を回って戦うこのシリーズ。2008年、2009年は岡山国際サーキットでも開催されたからザナルディは日本にも来ているな。2006年11月25日にはスペインバレンシアサーキットで BMW ザウバーの F1 マシンに乗り込み12周を走行した。F1 マシンまで？ザナルディさんには体のハンデとか関係ないのね。ツーリングカー選手権のほか、こういったイベントでも時々ザナルディの元気に走る姿を目にすることができたんだ。2009年でツーリングカー選手権のフル参戦を終了。ザナルディには別の目標が生まれていたんだ。それはハンドサイクルの世界でトップに立つことだ。ハンドサイクルって？自転車のペダルを手で回す乗り物だ。2008年からオリンピックの正式種目になるほど人気が高まっていた。またもザナルディの快進撃が始まった。2009年にはパラサイクル世界選手権に出場。15位。世界選手権？そんな高いレベルにいるの？ 2012年、ザナルディはとうとうロンドンパラリンピック、イタリア代表に選出された。H4 ハンドサイクルタイムトライアル、ハンドサイクルロードレースの2種目で金メダルを獲得。ハンドサイクルチームリレーでも銀メダルを獲得した。これら3枚のメダルを獲得した偉業により、ザナルディは2012年ロンドンパラリンピック全体における最優秀男性アスリートにも選ばれた。偉業達成しすぎ。この時使用したハンドサイクルマシンはなんと自国イタリアのダラーラ社が製造したものだ。F1 マシン作ってるあのダラーラ？ F1 の技術で製造されたマシンに乗ってたのね。ザナルディさんだから成し得たコラボね。続く2016年、リオデジャネイロパラリンピックにも出場。H5 タイムトライアルで金メダル、ハンドサイクルロードレースで銀メダル、ハンドサイクルチームリレーで金メダルだった。すごすぎる。またザナルディはトライアスロンにも長年挑戦を続けていた。2018年イタリアで開催されたトライアスロン大会。ザナルディは障害者部門で世界新記録を樹立。健常者を含めた総合部門でも5位に入賞している。なおザナルディは現在も存命だが、2020年にハンドサイクルのレース中トラックと衝突。脳に強い衝撃を受け、現在はリハビリ生活中だ。間違いなくフィジカル最強の F1 ドライバーね。また復活して元気な姿を見せてほしいわね。以上、今回は不屈の元 F1 レーサー、アレックス・ザナルディについて解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。
これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。